Today's title, Are you aligning with your soul? There are some signs when you are aligned with your soul and vice versa. So we'll talk about it. Here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic is 魂に沿って生きているです。じゃあ、ここちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。魂に沿って生きてるか生きてないかって考えたことあります？そもそも。私は魂に沿って、考えたりすることはあっても、ちょっと日常に戻るとまた忘れがちかもしれないですね。なるほど。まあ魂に沿った生き方っていうのを例えば言葉にしてみると、自分の役割とか、もしくはなんだろう、天命とかね、よく日本語で言うと天命とか言いますよね。英語だと天命っていう英語ってあるのかな？天命？言います？そうですね。言うと思う。言う？そういう天命に沿って生きてるとか、そういう意味合いの、魂に沿って生きてるかどうかっていうのは、私がやってる、いろんなそのセッションとかアプローチでは、やっぱそこに導くような流れで全てのことをやってるんですけど、でその中の特徴的な一つとしては、ホロスコープっていう星のその人の生まれた星の配置で、おおよそその人が今回ここに来た、設計図みたいなものが読み解くことができるんですね。はい。でそれぞれが自分のその今回のライフ、人生の設計図みたいなものを持ち備えてきていて、こういう人生を作りたいからこういう星の設計でやってきましたみたいなのが読み解くことができるんです。で今日は別にその星の話をするっていうよりも、その聞いてくださってる皆さんがその自分が本当は全員決めてここにやってきてるので、その自分の魂に沿って生きてるかどうかをちょっとチェックしてみようみたいなお話をしたいなと思います。はい。でまずじゃあ魂に沿って生きてるなーっていうふうに感じるようなこれってね、感じるか感じないかっていうのでだいぶわかると思うんだけど、魂に沿って生きてない時ってどんな感じがすると思います？純子ちゃんだったらなんか想像でいいので。それはやっぱり本来やるべきことではないので、ちょっとネガティブな経験になるはずだと思うんですね。ちょっとやってて苦しいとか、つまらないとか、そういう感じですね。そうだよね。そうだから本当はすごいシンプルで分かりやすいんだけど、例えば自分の決めた魂に沿って生きてないなっていうふうに感じるいろんなサインっていうのは、例えば一番はやっぱりなんか違う、なんかこれじゃないっていうふうにこう自然に今の職に就いたり今やってることってなんとなくこう選んだっていうより選ばされた状態の中で今ずっと続いてきていて、やってるし慣れてるしできないこともないんだけど、なんかちょっと違う気がするっていうその感覚、それがどうしても拭えない場合はやっぱり自分がそもそも魂に沿ったその自分のテーマに生きるテーマに沿ったものでないものをやってる場合がやっぱり多いです。でその感覚は全然間違いじゃなくて、自分がなんか違うと思ってたらやっぱり違うんですね。でも違うけどずっとやってるからなんかこれ以外のことをやろうとするとなるとちょっと難しいなとか、
あとこれは自分の生活を確保するため、維持するためにやってることだから、なかなか違うって分かってても手放すことができないとか、そんな風に感じてらっしゃる方は、やはりこの自分の魂に沿った生き方じゃない方向に進んでるってことが、まず一番分かりやすい例としては、そういうことがあるかなと思います。そうですね、ありますよね。うん。うん。うん。あとはね、もう一つは、なんかことがうまく進まないときかな。自分がこれだな、だから今度はこれがいい。うん。そういうことってないですか？なんかこれかもとか言ってやるんだけど、全然なんか、全然スムーズにいかない、形にもならないし、スムーズにいかないやつ。うん。ありますそね。れは、うん。ありますよね。うん。そういう時は、自分がそれだなと思って選んでるように見えながらも、なんかその周りの影響とか、みんなのその動きがそっちに流れてるから、なんかこれかもって言ってやってしまう場合。その場合は、自分が魂に沿ってこれだって選んでるんではなくて、なんか周りのその流行りとか、周りの流れに、こう、乗っかって、これかもしれないって思ってるけど、全然自分の魂はそれじゃないので、物事がそれを形作ってくれない。私はこれだって思っても、続かない場合は、やはり自分の魂の設計からやっぱずれてる場合が多いってことです。だから違うなと思ってるケースと、そうだなと思っても、そうだなと思って選んでやってみても、形にならない、なんか障害が起きる、思う通り進まない、そんなような場合は、やっぱ魂の設計図からちょっと外れてることが多いってこと。はい。で、じゃあ、魂のその設計図通りど真ん中行ける人って、実は意外に少ないんですね。で、これなんでなかなかそのど真ん中行けないと思います？あまりそういう風な許可を自分にできなかったし、みんなそうやって生きてなかったから、親の世代とかも、そこに沿って生きるみたいな生き方していなかったりとか、そういう中で自分で制限を自分に作ってきたというところが大きいかなと思うんですよね。そうだね。なんかみんなも我慢してるのにとかね。みんなだって一生懸命、やりたくないことがやって頑張ってるのに、自分だけ魂のど真ん中行くのはちょっとねとかね。そういうケースもあるし、あとはやっぱり自分の魂のテーマにど真ん中に行こうとすると、やっぱりね、怖いっていうのが一番先に出るんですよね。でなんで怖いかっていうと、やっぱりそれを成し遂げたいから、その成し遂げたいがゆえの恐れみたいなものが生じてくるので、どうしても自分のその魂に沿った生き方を選ぶとなると、躊躇してしまうっていうのが一番そこに活かせない理由になるかなと思います。だからよくワクワクして生きるとかいうフレーズってよくあるじゃないですか。ワクワクしたものに進んでいけば必ず自分のその魂が喜ぶ方にどんどん導かれていくから、ワクワクしたものを選んでいきなさいねみたいなのって、いろんな場所で言われてるんだけど、このワクワクするっ
っていうこの感覚はどっちかって言えば単純に素直にワクワクはできないんですよ。例えば純子ちゃんだったらこのラジオ始める時もさ、やっぱり楽しみより、大丈夫なのとかさ、ちょっと怖いっていうのはありましたね。ありますよね。なんか自分が喋ってることをみんなに聞かれるの嫌だなとか、なんかこう楽しそうだけど、でもなんかちょっとなみたいな、ちょっと恐れの方が強く出てるはずなんですよ、最初に。で、私も今までそのヨガのクラス持ってクラス始める時とかワクワクしてないんですよ。怖いのすごい。すごい怖くて、なんかみんなになんかこうしらけられたらどうしようとか、なんか言ったけどさみたいな、全然良くなかったよねって言われたら嫌だなとか、なんかお金取ってあれなのみたいに言われたらどうしようとか、最初ね本当にそうに思ってたんですね。だからすごいなんか心の中は震えてるし、自分が何言ってるか分かんなくなっちゃうぐらい自分で何をどうしていいのか分からないぐらいちょっとテンパってた時期が最初の頃ずっとあって、でも結局やり終えてみんながすごい良かったですって言われて、やっとなんかやっとこうなんていうかな、少しワクワクしたっていうのを後から感じることができるっていうか、なのでやっぱりワクワクすることを選ぶって、なんか単純にそれだけじゃなくて、必ずその恐れみたいなものが毎回出てくるので、だからそっちに進めないっていうのがすごい多いかなと思います。そうですね。だから魂のど真ん中っていうか、自分の魂に沿って生きるものを選ぶときは毎回なんかね、よくわかんないこう不安がやっぱ生じるから、なるべくそっちに行きたくないっていう場所こそ魂に沿ってることが多いですね、大体。確かに。で、怖くないものだと、例えばだけど、そんなに魂に沿ってないから、怖くはないんですよ。どちらでもいいっていう感覚かな、どっちかって言えば。どちらでもいいので、言われたことをきちんとこなして、もらえるものもらって、そこに湧き上がる感覚って、言われたことやってもらえるもんもらえたら、別にそれでいいじゃんね、みたいな。そういう感覚は、魂が、ワクワクもしないし、恐れもしないから、言ってみれば、それてる選択をしてるので、一見は楽なんです。そこに何の自分の思い入れもないし、そこに恐れも生じないから、本当きちんとこなせばいいんだよねみたいな、そういうこなしてる感覚みたいなものでいろいろやってるケースっていうのは楽は楽なんだけど、でも魂に沿ってるわけじゃないから、結局だんだんなんか違う、なんか自分のこの内側の中心が満たされないとか、なんかこれやってもなんか全然嬉しくないみたいな感じになってっちゃうんだよね。なので今魂に沿ってるか沿ってないかっていうのをみんながどういうふうに受け取るかの目安としては、自分が今チャレンジしようとしてることを、これからトライしようとしてることが怖いけどやりたいみたいな、そういう感じのものだとしたら、それがすごい魂の自分が決めてきた、設計図に沿って進もうとしているサインだよってことが
ちょっと今回分かってもらえたらいいんじゃないかなと思います。ああ、なるほど。うん。うん。そうですね。でも、怖いのとワクワクと両方あるところ。うん。うん、そう。そうん、うん。こが、自分の魂がそこ行きたいんだよねっていうところのサインの一番分かりやすい目安かなと思います。うん。うん。でも多くの人はやっぱここを、どうにかここを避けてね、生きようとするのも特徴的で、うん。一番行きたいところを一番行かないっていうのが、やっぱり私たち人間が、ついついやっちゃう、その、横にそれるみたいなことをね、ちょっとやりがちなんですね。うん。うん。で、ホロスコープ、例えば先生術でその人のやつを見て、そういうことを言ってあげても、大体みんなが言うのは、本当はそれをやりたいけど、でも難しいしとか、やっぱ言うんですよ、必ず。うん。うん。でも本当は一番やりたいんです。うん。だから本当そう。に一うん。番やりたいことは、やらずに、なんか3番目とか4番目とか、うん。その、自分が、まあ、こなすことが比較的しやすいことだったり、うん。その、自分の持ってる星の、その、これなら、そういう苦しい、あの、怖い思いをせずに、なんとなく、なんていうのかな。やり遂げることができるようなことを選んだりすることが多いかな。うん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 。で、なんで私がその魂の、やっぱり自分の決めてきた、その設計図のそのど真ん中をやってみてほしいかっていうと、やればわかるんですけど、やっぱそれをやりたくて来てるから、はい。やると、そこに着手し始めると、やっぱり今まで、その、使ってなかった自分のパワーみたいなものが、やっぱそこからどんどん湧き上がるようになってるんですよね。うん。うん。なので、やっぱり使ってないところを使っていくっていうことを、すごいみんなに、チャレンジしてほしくて、うん。それが、その、うまくいくかいかないかなんて本当にやってみないとわかんないんだけど、うん。でもその本当に自分がやりたいと思ってることを少しでもやってあげる方向に自分を進ませてあげるだけで、うん。全然違うその自分の中から湧き上がる情熱とかパワーとか、そう生きる喜びみたいなものがそこから湧き上がってくるので、うん。ぜひそのちょっとでもいいから怖いと思ったこと、自分が本当はやってみたかったことに何らかの形でそのまずは気軽になんか携わってほしいなっていうふうには思います。うん。はい。純子ちゃんの中で何かあります？まだ本当はこれやりたいんだけどな、でもな、なんか着手するのもなみたいなのってありますか？ちょっと具体的な形としては、あんまりうん。見えてないですうん。けどね、今。うん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 。うんうん。でもまあ、私だったら最近だったら。話うん。をすうん。るのが好きで、なんかうん。ディスカッションとかが好きとか、はい。うん。うん。それが、ななんか海外の人とか、日本の人とかうん。も、そういう垣うん。根を越えてはい。話をするとか、それをなんかうん。仕切るとか、うん。うん。なんかそこの中から生まれる何かに携わるみたいなこうん。とうんをうんしたいでうんすね。うんうん。うん。うん。それはワクワクでもあるし、ちょっと怖いかったりもするような場所だったりするってことだよね。怖い、ワクワクするなと思うけど、それが、そんなのどこにうん。あるんだろうとか、うん。うん。そういうことができる場所がどこにあるのかなっていう感うん、じですか？うん、うん。うんうんうん。でも、このチャンネルだって、そのほら、
私と純子ちゃんが喋ってるだけだけど、うん。そのどこの国の誰が聞いてるかわからないけど、その人が聞いてる時点でもうそれは一つ、なんていうのかな、そこに向かう道ではあるよね。そうですね。例えば、だから今聞いてくれてる人と実際、じゃあ、なんだろう、みんなで喋る場を作ろうとかさ。聞いてくれてるみんなと、なんかメンバーシップみたいにして、で、じゃあみんなでディスカッション形式で今日は喋りましょうみたいに、の流れになっていけば、ジョコちゃんが、魂が望んでいる方に進むような流れになっていったりとかすると思うので、全然遠いとこにいるような感じはしないよね。そうですね。まあその過程の中でちょっと自分の中で疑いが出てきたりとか、なんかそれが本当になんか叶うんだろうかとか、っていうのはあるかもしれないですね。ああ、確かにね。でも、まあ私の経験からすると、こうやってつながるんだねみたいなことっていっぱいあるので、結果的にね。全然つながらないようなところから急にその自分が求めてるところにつながったりとか、そういうケースって本当にたくさんあるから、だからやっぱり今できることってその本当にやりたいことからもしかして少しそのちょっと手前のことをやってたり、全然違うように感じてることだったとしても、その今魂がそのなんかワクワクするけどちょっと怖いけどでもやりたいみたいなところに進んでいくと、どんどんそっちの道に進んでいろいろつながってくるんじゃないのかなって、コネクトしていくのかなと思うので、やっぱそこの感覚を自分で信頼し続けるってことが大事かなっていうふうに思います。はい。はい。なので今日はその自分の魂に沿って生きてるか生きてないかっていうことについて話してみたんですが、やっぱその少しでも今自分がそう私絶対これ魂に沿って生きてると思うんだよねって感じてらっしゃる方だったら、それをまあ信頼してその今できることを丁寧にやっていけば必ずどんどんさらに自分の魂に沿ったいろんな出会いとかいろんな出来事が自分に集まってくるんじゃないのかなと思うので、ぜひそれをやってほしいなって思います。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.